あなたが鬱陶しいと感じているその LINE、 本当にブロックして大丈夫ですか？ 2020年6月下旬、静岡県沼津市。19歳の女子大生朝倉美鈴さんはスマホに表示された LINE の通知に思わず顔をしかめました。返信もしていないのに次から次へと送られてくるその LINE、 送ってきているのは美鈴さんと同じ大学に通う堀葵という男。美鈴さんは堀とはほとんど話したことがありませんでしたが、しつこく LINE を聞かれつい教えてしまったんです。その日以降、彼からは一方的な LINE が何通も届くように。ねえ、美鈴は俺に会いたいと思う？男の子のこと好きになったことある？よく知りもしない男から送られてくれば恐怖さえ覚えるような質問攻めを繰り返す堀。美鈴さんはやむを得ず彼の LINE をブロックしてしまうんです。するとブロックされたと知った堀は包丁で段ボールをめった刺しにし、美鈴さんを殺すための予行演習を始めました。意中の相手に LINE をブロックされ、殺意を暴走させた男の凶行がもたらしたあまりにも悲惨な結末とは。他人への共感を一切持ち合わせない彼は、自分こそが一番の被害者だったんです。おそすけんちゃんです。みやみこんです。最近本当にさ、詐欺のメールとか電話とか増えてない？そう感じない？いや、私だけなのかも。ここ最近って言っても本当にここ半年とかなんだけど、例えばね、私の場合は、登録もしてない証券会社からパスワードがどうのこうのとかさ、あなたの乗っ取りがどうのこうのって、なんか表示にちゃんと正式名称で載ってメールが来たりするわけよ。だから私は別にこの証券会社使ってないからなとかって思うわけね。それで避けられるんだけど、そういうメールもあるし、なんかわけわかんない電話番号からかかってきてさ、でワン切りとかだったと思うのよ。昔かかってきたとしても、結構がっつりかかってきたりするから。でなんかそう SNS とか見てると、あなたの個人情報が抜き取られたんで何々教えてくださいみたいな個人情報をそこで取ってこようとするみたいなね、あるらしいんだけど、そんな実感ないやん。いやでもあるね。なんかさ、結構例えば俺だったら商品を検索した時に詐欺のサイトがあったりとか、世の中ってやっぱ詐欺に溢れてんのよ。だから俺最近 AI のやつで URL 入れたら詐欺か判定するボットみたいなの作る。それぐらいさ、Amazon と見間違うぐらいなんかそういうまともっぽい通販サイトがあるってこと？ Amazon に似せてるわけじゃなくて、普通の EC サイトを装ってんだけど多分商品が届かないだろうなみたいな。特になんか海外のブランドとかでも、私もなんかちょっと家具を見てる時にそういうのあったりした。そう、家具系ってマジであって、だから詐欺判定ボットみたいなの作って、で電話番号でもアプリであるよ、そういうのを検知するアプリ。これどっから買ってきてるかとか勝手に検索してくれて表示してくれるみたいなこと？そう、月300円とか400円とか500円かかっちゃう。ただ詐欺に引っかかってめちゃお金取られるよりはいいし、なんか営業電話とかってさ出たくないじゃん。だから時間買うって感じで、だからワンコインで払うってのは全然ありだと思う。なんか私はね、そういう営業とか本当に重要な電話だったら留守電に残してくれたりするじゃない。だから一旦出ないとかやってたりするのよね。俺も基本出ないね。そういうのもありかもしれないわね。なので皆さんもね、詐欺とかね、そういう電話にはね、最近増えてると思うから気をつけていただければと思います。今回取り上げるのは静岡県で起こった沼津女子大生ストーカー殺人事件について。この事件ね、女子大生が非常にね、残忍な殺され方するんですけれど、注目すべきは犯人が被害者に送った LINE の内容だったんです。LINE がどんな内容だったの？ストーカーっていうぐらいだから、なんかしつこく送ってきてたんじゃないの？被害者の友人はね、一目見ただけで普通じゃないと感じたと言います。でも適当にあしらうとね、余計に危なくなるってのがストーカーの特徴ですよね。事件の日、被害者の女性は唐突に恐怖にさらされるんです。妄想と暴走。2020年6月27日、静岡県沼津市午後1時20分頃、のどかなみかん畑が広がる海沿いの集落を1台の車が走っていました。運転しているのは女子大生の朝倉美鈴さん。自宅から4キロの場所にあるコンビニでバイトしている美鈴さんは、その日の勤務を終え帰宅するところだったんです。そして自宅付近の駐車場に車を止め、ドアを開けた時のこと。美鈴さんがドアを開くと同時に彼女に突進してきたのは包丁を手にした若い男。やめてやめて！美鈴さんは必死に抵抗し、どうにか男から包丁を奪い取りました。車から飛び出し無我夢中で走り出した美鈴さん。昼間でも人通りのない路地の中、彼女はとにかく目についた民家のドアを叩いたんです。助けてください助けてください！しかし男は近隣住民に目撃されることさえもはや恐れていない様子。憎しみを顔ににじませるその男は民家のドアを叩く美鈴さんの元へまっすぐ向かってきていました。殺す俺を見下しやがって絶対に殺してやる。美鈴さんと
この男の間に一体何があったのか。事の発端はこの時から約1年前まで遡ります。2019年4月、みすずさんは自宅から15キロの場所にある三島市の大学に入学。彼女は航空管制官の夢を叶えるため一心に学業に打ち込んでいました。明るく社交的な性格ながら特に異性との噂もなかったというみすずさん。そんな彼女の運命が狂い始めたのは入学から3ヶ月が経った頃のこと。授業で一緒になった同じ学部の男から必要なアプローチを受けるようになったんです。ねえ LINE-ID 教えてよ。会うたびにそう聞いてくるその男は堀葵。彼は無口で大学にもあまり友人がいないような男でしたが、なぜかみすずさんには前のめりで話しかけてくるんです。友人曰くみすずさんは優しすぎるところがあり、嫌なことを嫌と言えない性格。絶対に他人を雑に扱わない彼女の態度が堀をその気にさせてしまった部分もあるのでしょう。堀はみすずさんに対しなんと3ヶ月間も LINE-ID を教えてと迫り続けました。根負けしたみすずさんはつい堀に LINE を教えてしまったんです。この男が包丁向けてきたヤバい男ってこと？ここで LINE を交換しちゃったのがまずかったわね。先ほども説明した通り、堀が送ってくる LINE っていうのはかなりやばいんです。堀と LINE を交換したみすずさんは最初に送られてきたメッセージの内容にまず困惑しました。来週にでもみすずとご飯行きたいと思ってるけどどう？念のために説明しておくと、堀は3ヶ月間みすずさんに LINE を教えてと迫っていただけで、それ以外の会話はほとんどしていません。それにもかかわらず彼は最初の LINE からいきなりみすずと呼び捨てにしてきたんです。みすずさんはやんわり断りますが、その後も堀は彼女を誘い続けました。テスト終わったら一緒にご飯行ってくれませんか？今月は空いてる日ある？明日ラーメン食べに行くけど、もし時間があったら一緒にいかが？それらの誘いについてみすずさんは全て理由をつけて断っています。しかし堀は何度断られても自分が避けられていることを察しようとしないんです。そして堀は返事をしないと次々と LINE を送ってくるため、優しい性格のみすずさんは返さざるを得ませんでした。そうやってしぶしぶ返事をしているうちに堀から送られてくる内容はみるみる踏み込んだものになっていくんです。今まで付き合った彼氏とかいるの？みすずはどういう人がタイプ？恋愛したいとか思ってる？今は特に好きな人いないって感じかな。根掘り葉掘り質問を繰り返す堀にみすずさんはどう返すべきか困っていました。そうやってなかなか返事できずにいると、続けて堀からこんな LINE が送られてきたんです。ねえみすず、返信遅いよ。この頃みすずさんは友人に対し堀のことを次のように相談していたといいます。返信が遅くなると遅いって言われて、遅れた事情を説明するとそうだったんだごめんねって言うんだけど、すぐにまた怒り出すの。できるならブロックしたいけど怒らせたら何されるかわからなくて怖くて。いやさ、堀はみすずさんと直接話したことあんまないわけでしょ？それなのに自分への LINE はすぐに返事するのが当たり前みたいな、もう意味わかんないわよ。堀はね、非常に自己愛が強い男で、無理やりにでも自分をね、恋愛対象にさせようとしていたんです。そういう自己愛が強いタイプは、相手が思い通りの行動をしないと、すごい勢いで怒り出すんです。というわけで本日のメトラキーワード、ナルシスティックレイジについて。ナルシスティックレイジとは、いわゆる自己愛の強いナルシストが自尊心を傷つけられた際に生じる怒りの感情。ナルシストは一見して自信がある人に見えますが、本当は自分は価値がない人間なのではという不安を抱えており、そのために自分を大きく見せています。その分認めてくれると期待していた相手に拒絶されると、存在意義を否定されたような感覚になり、激しい怒りを覚えることがあるんです。堀の LINE を見ていると、急にみすずさんを呼び捨てにしたり、返信が遅れると怒り出したり、自分が恋愛対象になって当たり前かのような振る舞いをしています。彼は本当は自信がないゆえに、みすずさんに無理やりにでも恋愛対象だと認めさせることで自尊心を保とうとしていたと考えられるんです。ナルシスティックレイジの厄介なところは、それが自尊心を守るための防御反応だということ。本人はむしろ相手に拒絶された自分を被害者だとすら思っているからこそ、激しい怒りを覚えるんです。その後も堀からの LINE はとどまることを知りませんでした。みすずは男の子を好きになったことある？見た目と中身どっちが大事？身長何センチ？体重いくつ？みすずは俺に会いたいと思ってる？送られてくるのは相変わらず返信に困るような内容ばかり。むしろ以前よりあからさまに恋愛感情をアピールしてくるようになっていました。堀とみすずさんは8ヶ月で789回 LINE のやり取りをしていますが、そのうち堀が送った回数は551回。返信の頻度からもみすずさんがいやいや LINE に付き合っていることは明白。そのことは堀にもどことなく伝わっていたのでしょう。そのせいか、堀との LINE のやり取りが始まって2ヶ月が過ぎた頃から奇妙なことが起こり始めるんです。
また知らない番号から。スマホに表示された電話番号にうんざりした表情を浮かべるみすずさん。この頃彼女のスマホには知らない電話番号からの着信が頻繁に入るようになっていました。しかも電話に出るとほとんどが無言。あまりに何度も同じような電話がかかってくるため、みすずさんも困り果てていたんです。そしてその電話がかかってくる理由はすぐに分かりました。ある時みすずさんが見知らぬ番号からの電話を取ると、こう話す相手がいたんです。マクドナルドに名前と電話番号が落書きされていましたよ。電話くださいって。そう、みすずさんのスマホに知らない番号からの着信が入るようになったのは、彼女の電話番号が晒されていたから。みすずさんの番号はマクドナルドの落書きだけではなく、なんと SNS 上にも書き込まれていました。この時みすずさんの母親は堀のせいではないかと疑ったといいます。しかしそんな母親に対しみすずさんはこう答えたんです。証拠もないのに疑っちゃ悪いよ。電話の嫌がらせについては警察にも相談しているのですが、その時もみすずさんは好意を持ってくれている子がいるので、もしかしたらと話しただけ。警察の前でも堀の名前は一切出さなかったんです。いや、もうこんなの犯人は堀以外に考えられないじゃない。もうどんだけ純粋なのよこの子は。本当にね、純粋な子なんですよ。だからこそ余計にね、こんな事件に巻き込まれてしまって心が痛みますよね。紆余曲折ありながら堀との LINE のやり取りが半年ほど続いた頃、みすずさんはついにこんな LINE を彼に送りました。ごめんね、たくさん LINE してきてくれるけど好きじゃないんだ。他の人と LINE した方がもっと楽しいと思う。拒絶すれば何をされるか分からず、恐怖のあまりに LINE を続けてきたみすずさんにとって、その言葉を送るのは非常に勇気のいる行動でした。しかし堀からの返事は彼女が期待したようなものではなかったんです。俺はみすずのことが好きだし、好きな人と LINE するのは楽しいから無理だよ。堀にとってみすずさんと LINEを続けることは自分の自尊心を満たすための行為。相手が続けたいか続けたくないかはもはや関係がないんです。さらにこのやり取りの直後、堀はみすずさんにこんな LINE を送りました。ねえ、一緒にインスタライブやらない？みすずさんの気持ちを一切無視した堀の LINE は以降も続きました。こうして2020年6月、耐えきれなくなった彼女はついに堀の LINE をブロックするんです。そしてここからが本当の悪夢の始まりでした。的外れな復讐。2020年6月下旬、大学からほど近いアパートの部屋で堀は机に向かい一心にペンを走らせていた。みすずを殺したい。死ね死ね死ね。殺す殺す殺す。みすずは俺を見下している。うざい。俺が見えていないみたいな行動しやがって。堀がノートに書き連ねていたのはみすずさんへの恨みの言葉の数々。彼はペンが歪んでしまうかと思うほどの筆圧で自身のどす黒い感情をそこに書き殴った。しばらくしてペンを置いた堀は今度はキッチンへ向かい包丁を手にして部屋へ戻ってくる。彼の視線の先には空の段ボールが一つ。堀はその段ボールをみすずさんに見立てめった刺しにした。死ね死ね死ね。そう、堀はやがて来るその日に向けて殺人の予行演習を繰り返していた。ちょっと怖すぎるわよ。みすずさんはさ、好きじゃないことはっきり伝えてるわけでしょ、それでまだね、気持ち悪い LINE を送り続けられてたら、それブロックして当然じゃないのよ。完全に自分を恋愛対象として見ないみすずさんが悪いみたいになってますよね。そしてこの後堀はついに強行に及んでしまうんです。実のところ堀はみすずさんに LINE をブロックされるより4ヶ月も前に鶏肉解体用の業務用包丁を購入していました。その事実から察するに徐々に冷たくなっていく彼女の態度に堀は以前から殺意を覚えていたと考えられるんです。さらに LINE をブロックされて以降、堀はもう一本新しくサバイバルナイフを購入。みすずさんとの LINE のやり取りをたどって彼女の自宅やバイト先、車の種類などを特定し待ち伏せの計画を立てたんです。そして迎えた2020年6月27日、大学から15キロ離れているみすずさんの自宅近くに姿を現した堀。彼は包丁を片手にバイト帰りのみすずさんを襲撃しました。助けてください助けてください。とっさに近隣の民家に助けを求めたみすずさんでしたが、そうしている間に堀に捕まってしまい背中を刺されてしまいます。そこから堀はみすずさんに馬乗りになり、腹部や首など全部で49箇所をめった刺し、みすずさんは近隣住民の通報ですぐに病院へ搬送されましたが、2時間後に死亡が確認されたんです。みすずさんと堀はさ、 LINE もほんと少ししかやり取りしてなければ付き合ってもないわけじゃないのよ、なんでこんなやつにそんな恨まれる必要があんのよ。堀がね、ここまで暴走してしまったことには、彼が幼少期から患っていたある持病が関係しているんです。優しく相手をしてくれるみすずさんは、ずっと劣等感を持って育ってきた彼にとって救いの存在だったんです。暗闇の中の光。
現行犯逮捕となった堀は取り調べにおいて容疑を一切否認せず、犯行の全てを素直に認めました。美鈴さんのサークルの部室へ忍び込み、名簿から電話番号を盗み見して流出させていたことも供述。電話の嫌がらせの件について美鈴さんは、証拠もないのに疑っちゃ悪いよと言っていましたが、やはり全て堀の仕業だったんです。また堀は自分の LINE が一方的なものだということもちゃんと自覚していました。その上で LINE をブロックされたことについて、彼は次のように話したんです。自分の生きがいを奪われたと感じました。美鈴さんは誰に対しても優しい女性で、堀に対してもそれは同じ。大学で唯一自分に優しくしてくれる彼女の存在が堀にとっては生きがいとなっていたんです。堀は自身の人生について長く悲観的に生きてきたといいます。その理由は小学校の頃、心臓にペースメーカーを装着して以降、激しい運動ができなくなってしまったため、堀は大の野球好きで野球部に所属していたこともあるのですが、公式戦に出たことは一度もありません。それでも中学まではマネージャーのような役割を担いながら、友人ともうまくやっていたというんです。しかし中学を卒業し、父親の仕事の都合で地元の山梨から茨城県へ引っ越してからは、人間関係がまるでうまくいかなくなりました。 SNS 上でも精神的に不安定な様子を見せており、中学時代の友人たちも大丈夫かと心配していたといいます。幼少期の堀は穏やかでいつもニコニコしていて、友人たちの間ではよくいじられるタイプ。それが大学へ上がる頃にはすっかり無口になり、学校に友人は一人もいなくなっていました。さらにサークル内で女子生徒にわいせつな画像を見せるなどの問題行動を起こし、周囲からは完全に敬遠されるように。そんな暗い大学生活を送っていた堀にとって、ただ一人 LINE を交換してくれた美鈴さんは唯一の救いだったんです。しかしブロックされた途端、堀は暗い日々に逆戻り、自分を差し置いて幸せそうに日々を送っている美鈴さんを許せなくなり、強行に及んでしまったと彼は語りました。持病の影響で激しい運動とかができなくて、そうやって本当遊びたくても友達と遊べないみたいな状況があったのかしら。引っ越してからはね、事情を知らない人も多く、苦労した部分もあったのかもしれません。だからといってね、殺人やストーカーをしていい理由にはならないですけどね。2021年7月13日、殺人、銃刀法違反、ストーカー規制法違反、建造物侵入などで有罪となった堀に下された判決は懲役20年。判決言い渡しに際し、裁判長は次のように言及しました。犯行は必要かつ残忍というほかなく、殺意も極めて強固なものでした。結果は極めて重大であり、酌量の余地は小さいと考えます。無期懲役を求刑していた検察は、判決が軽すぎると不服を申し立て控訴。しかしまだ若い堀の年齢を踏まえて更生の余地ありとされた結果、控訴審でも一審の懲役20年が支持されたんです。美鈴さんとの LINE のやり取りを悲観的になっていた自分にとっての生きがいだったと語った堀。ただそれは彼が一方的にそう思っていただけで、美鈴さんからしてみれば知ったことではありません。あなたは今回の事件のように誰かから一方的に思いを寄せられて困ったことはありますか？話の通じない相手につきまとわれた際、僕らはどのように対処すべきなのでしょうか？もしたった一晩で300万円というアルバイトを持ちかけられたとしたら、あなたはその話に乗りますか？2024年3月、東京港区六本木、一人の女子大生が街の中心部を歩いていたところ、一人の男性に話しかけられました。お姉さん、めちゃくちゃ綺麗ですね。よかったら割のいいバイト紹介するんで LINE 交換しませんか？めんどくさくなったらブロックできるし、まあいっか。ちょうど割のいいアルバイトをしたいと考えていた女子大生は、何の気なしに男と LINE の ID を交換。外見には自信があり、コンセプトカフェでも働いていた女子大生。街でギャラ飲みなどのスカウトをされるのも決して珍しくはなかったんです。スカウトマンと ID を交換した数日後、女子大生の元に早速メッセージが届きました。高級ホテルでパーティーに参加し、接待をする仕事です。性行為をする必要はありませんし、怖いこともないから安心ですよ。よくある勧誘文を無表情で読み進めていた女子大生でしたが、メッセージのある箇所を見た瞬間、目を丸くしました。そのメッセージでスカウトマンが提示した条件はなんと時給20万円だったんです。スカウトマンによって紹介された時給20万円のバイト。かねてから田中案件と呼ばれていたその仕事の実態とは。彼女は一歩踏み込んでしまったその先で、抜け出せない深みにはまり込んでしまったんです。
この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。